隅はいろんな打つ場所があるんですね。はい。はい。隅の中にもいろいろあって、はい。そこで一つ一つ名称があります。名前があるんですね。はい。例えば、はい、そうですね、囲碁フォーカスとか、はい、NHK 杯とかがあると思うんですけれども、はい、そこで記録係の子が、16の4星とか、そういうことを言ってると思うんですけれども、確かに。はい。これが分かるとより楽しくもなるかと思うので、一つ一つ説明していこうと思います。はい。はい。まず一つ目がですね、こちらが代表的な一番多い手で、星というふうに言われます。星、なんで星なんですか？そうですね。おそらくなんですけれども、ここに、印がついてると思うんですけれども。本当ですね。はい。黒い丸いの印が。そうなんです。はい5番は結構宇宙に例えられるんですね。宇宙。はい。はい。囲碁は宇宙というふうに言われることもあるぐらい。光の語で見たことが。そうですよね。あります。あるんですけど、やっぱり宇宙にあるこういう印っていうのは、やはり惑星とか星になりますので、そういうところから由来して星というふうに呼ばれているのではないかなと勝手に思ってます。わかりやすいです。はい。これが星。で、もう一つ一般的なのが小目。星の横に小さい目と書いて小目というふうに言います。なるほど。はい。正直、この由来はわかりません。はい。そうですね。もう一つは、この三々でしょうか。これは、三々というのは、例えば、ここにあると、この3の場所と3の場所にあるので、これを合わせて三々というふうに言われます。なるほど。はい。あとも、そうですね。これはもう最近は少なくなってきているんですけれども、これが、高目。高目。はい。少し中央の方に向かってますよね。なるほど。小目に比べて中央に向かっているので高目。小目の方がこの幅が狭いんですね。そうですね。狭いのでやはり小目の方が字になりやすいので、最近はあまり打たれないんですけれども、昔はよく AI とかが出る前は打たれることが多いです。そうだったんですね。もう一つこれを目外しというふうに言うんですけれども、この目外しもやはりこのあたりがだいぶ広いですので、AI が出てからはそうですね、減ってしまったかなという印象があります。それぞれの名称は分かったんですけれども、初心者、私のような初心者であれば、それぞれどこでどれを使ったらいいのかがよく分からなくて、使い分けが、何か特徴とかあったりしますか？そうですね。星の特徴としては、まず一つが定石が分かりやすいっていうところがありまして、やはり最初はなかなか定石を知らなかったり、そうですよね、定石で悪くなっちゃったりとかが怖い方は結構隅だともう星が一番簡単かなと思いますので。そうなんですね。じゃあ初心者には一番おすすめのそうですね。隅の位置なんですね。定石が簡単っていうところが一番おすすめのところになってくるんですけれども、やはりこういうふうに三々に入られてしまうと、隅は少し取られやすくなってしまいますので、そこだけが一つ注意点かなと思います。なるほど。じゃあ隅がどうしても欲しい人は、こちらの三々のような位置に初めに打つ方がいいんですかね。三々が一番陣地は取れやすい形になっていまして、その代わり注意点がやはりありまして、どの手も一長一短になりますので。そうなんですね。はい。絶対三々がいいと皆さん三々に入りますので。そうですよね。例えば一例でこういう風になった時に、やはり隅は取れたんですけれども、外側に白石が来てしまいましたので、そうですね。中央志向に打つ方とか、石を攻めたいっていう方にはあまり向いていないかもしれません。なるほど。確かに、ここの陣地は取れましたが、その代わり白がここに来て、こっち側に白の勢力が来てしまうということですね。そうですね。なので、陣地が大好きな方はこの定石がすごくおすすめになってくるんですけれども。なるほど。私陣地大好きなのでちょっと。じゃあおすすめかもしれません。ちょっとこれから使ってみようと思います。ぜひ。ちなみになんですけれども、こちらの小目とかって、そうですね。小目は、星と三々の中間のような手になってきまして。そうなんですね。相手に勢力も張られたくない。
でも自分もある程度の陣地が欲しいっていう、結構欲張りになったかもしれませんね。ちょっと魅力を感じてきました。そうですね。例えば、よく打たれるのがこういう風になって、こういう風になって、はい。このような定石があるんですけれども、はい。こういう風になると、後々黒がここに打つと、この辺りが隅が全部黒地になりまして、はい。でこちらと比べて勢力がまだあまり少ないので、バランスのいい手というようなイメージでしょうか。なるほど。やはりそうですね。逆に白にこういう風に打たれると、急に黒の陣地もなくなってしまって。そうですね。さっきまでここに黒が石があって陣地ができそうだったのに。そうなんです。急にここに打たれるとなくなってしまったり、どんどんここに打たれた後にこういう風に打たれると、この黒が弱くなってしまうんですね。ちょっと寂しいですね。そうなんです。なので、やはりどれも一長一短で、ご自分の棋風に合わせて選ばれるのがいいのではないかなと思います。なるほど。ちなみに最後なんですけど、教えていただいたこの高目でしたっけ、こちらってあんまり打たれないとのことなんですけれども。高目外しになってくるんですけれども、こちらは、なぜ打たれないかと言いますと、例えばこういう風に打たれた時に、なかなかもう絶対に黒が隅を地にできることはないんですね。そうですね。ここに白来られちゃうと三々の位置、こっちでも皆さんやりましたね。そうなんです。例えばこういう風になった時に、黒に地がなくて、白にだけに地が与えられてしまう展開になってきます。それは黒としてはちょっと困りますね。そうなんです。なんですけれども、やはり、外に黒石はたくさん来ていますので、これはもう本当に好戦的な人にしかなかなかお勧めできないかもしれません。なるほど。戦いが好きな人にはおすすめということですかね。そうですね。やはり戦いが好きな人は、外にできるだけ石があった方がいいので、こういう手もおすすめになってきます。なるほど。わかりやすいです。ありがとうございます。ありがとうございました。